はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回はツインテールの書き方についてお話ししてみたいと思います。本当はツインテールの日に出したかったんですけど、仕事の都合でだいぶ遅くなってしまいましたね。なので動画を出しても意味ない気がしたのですが、ツインテールは女の子のキャラクターを描くときの定番の髪型の一つで、ツインテールの日じゃなくても書く機会は多いと思いますので、この機会に改めて一緒に勉強してもらえればと思います。ツインテールって一つの髪型としてまとめられがちですが、実はツインテールにも色々な種類やバリエーションがあるんですよね。皆さん知ってましたか？この動画を見ていただくことで、基本的なツインテールの構造と種類が理解できて、ツインテールを描くときのバリエーションを増やすことができちゃいます。また、ツインテールのバリエーションごとにどんなキャラクターと相性がいいのか、それぞれの髪型がどのような印象を与えるのかについても解説していますので、ツインテールについて詳しく知りたい方、髪型による印象の違いやキャラクターと髪型の相性を知りたい人は、ぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。まずはツインテールの基本構造から見ていきましょう。ツインテールは前髪以外の部分の髪の毛を左右に分けてまとめた髪型のことを言います。基本的にはこの3つのブロックに分けられると考えていいかと思います。後ろから見るとこんな感じ。頭の中央を目安にすべての髪の毛を左右に分けてまとめた形で、後ろから見た場合は2つのブロックに分けることができます。ツインテールを描くときの注意点としては、左右の結び目の高さと下ろした髪の長さを揃えてあげるように心がけてください。ここがずれてしまうと不格好になってしまいますので注意しましょう。次にツインテールの種類について見ていきましょう。ツインテールは実は結び目によって呼び方が違うんですよね。どんな髪型があるのかとりあえず書いていってみましょう。まずはこんな感じの髪型から。結び目が低い位置はカントリースタイルと呼ばれ、お下げとも呼ばれる種類です。カントリースタイルの特徴は落ち着いて大人っぽいこと。大人の女性のキャラクターでも使える髪型だと思います。もう一つ書いてみましょう。前髪は特に関係ないので、どんな形でも大丈夫です。こんな感じに仕上がりました。こちらは耳の高さくらいで結ぶレギュラースタイル。様々なツインテールの中でも定番の種類で多くの女子キャラに使えます。トップ部分やテール部分をアレンジできるので、バリエーションも豊富ですね。最後にもう一つ書いてみましょう。こちらもよく見る形なのではないでしょうか。こちらは頭の上の方で結ぶラビットスタイル。ツインテールは高い位置で結ぶほどアクティブで可愛いイメージになります。ラビットテールはガーリー感やロリータ感の強い種類で二次元の女の子と相性がいいと思います。次に髪の長さによる違いについて見ていきましょう。こちらも書いていってみましょう。こちら、短めの髪の毛をまとめたバードテール。ショートカットのツインテールはバードテールと言われ、小鳥の羽のように少しだけ髪の毛が出ている可愛らしい髪型になります。幼児のような雰囲気になりやすいので、子供のキャラクターと相性がいいと思います。次はこんな髪型を描いてみましょう。こちらはミディアムヘア向きのシュリンプテール。ミディアムヘアは肩にかかるくらいの長さ。そのため髪が跳ねてしまうことが多いので、外跳ねしている形を生かしたシュリンプ型になることが多々あります。シュリンプの魅力は活発な女の子らしい雰囲気が出ること。元気なキャラクターにおすすめです。そして最後にもう一つ書いてみましょう。こちらもよく見る髪型だと思います。こちらはロングヘア向きホーステール。馬の尻尾のような髪型です。ロングヘアをツインテールにすることで動きのある髪の魅力を出すことができます。可愛さの中にどこか儚げな印象をプラスできますね。続いて髪質による違い。ストレートヘアはごく一般的なツインテールで結び目から毛先までがまっすぐ下に降りていきます。一般的には少女っぽさやあどけなさを表現する髪型となります。続いてウェーブヘア。結び目から毛先まで波のようにうねりのある髪型です。先ほどのストレートヘアと比べてやや落ち着いた印象になります。ガーリーな感じを出したいときやあまり子供っぽく見せたくないときにおすすめとなります。最後は巻き髪ヘア。
漫画やアニメではツンとしたお嬢様キャラを表現する時の定番の髪型ですよね。お高く止まった印象を出したい時にはうってつけなのではないでしょうか。一見すると描くのが難しそうにも見えるのですが、このような髪型の場合、髪をこんな感じのきしめんのように捉えて、表面と裏面を意識すると描きやすいと思います。きしめんがくるくると巻かれて下に降りていくイメージで描いて、これをもとに毛先が細くなるように質感を足しながら描いてあげてみてください。あとは髪の毛量による違いなんかもあると思います。毛量が多いとは実際どういうことなのか絵で描いてみましょう。こんな感じになりますね。ツインテールの毛量が多いとより二次元的なキャラクターになります。では逆に毛量が少ないツインテールとはどういうものなのか、こちらも絵で描いてみましょう。こんな感じのツインテールになると思います。毛量が少ないとリアリティのあるツインテールになると思いますので、キャラクターの世界観に合わせて描き分けるのが良いかと思います。他にもツインテールはいろいろなアレンジがありますよね。例えば、お団子ヘアは髪をまとめていて、活発に動くアクティブなキャラクターという印象があります。こんな感じに仕上がりましたね。他にもヘアアレンジとしてよく使われるのが三つ編みスタイルだと思います。三つ編みは書くのが結構難しいので、これはこれでまた別の動画を出そうかとも思っていますので、詳しくはその時にお話ししようと思います。コツがわかれば書くのは結構簡単なんですけどね。こんな感じに仕上がりました。三つ編みスタイルの場合は、メガネと組み合わせることで、学級委員長的な真面目さを演出することができるんじゃないでしょうか。一言でツインテールといっても、結び目の位置や髪の長さ、髪質、毛量によって印象は全然変わってきますよね。あとは他にもたくさんのヘアアレンジがあるので、組み合わせは無限大だと思います。自分が描きたいキャラクターの印象を引き立てるためには、どれが合うのかいろいろ試してみてください。ということで、せっかくなので実際にツインテールの女の子のイラストを描いてみました。こちら、ラフの段階からノーカットでお見せしていきますので、描き方に関して特に解説は入れていませんが、何かしらの参考にしていただければと思います。
ことで、今回はツインテールの書き方に関してお話ししてみました。ツインテールの日は過ぎてしまいましたが、ツインテールを書く機会がある人は何かしらの参考にしていただければと思います。あとは、こんなものの書き方を教えてほしいなどリクエストがありましたらコメント欄までお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。